さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？最近は。今日はですね、もうパティシエが作るスポンジケーキのもう永久保存版レシピ、こちらを紹介します。これ見たらね、もう絶対 100% 作れるようになりますので、最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料の紹介していきます。こちら全卵ですね、卵3つと、無塩バター、あとこのちっちゃいの生クリームです。で、あと、砂糖と小麦粉、これで作っていきたいと思います。はい、じゃあまず材料ので、小麦粉をこれ、振るっていきたいと思います。これ振るわない方もいるんですけど、なるべく振るってください。この中にゴミとか入ってた場合とかも、これで取れるので。はい、じゃあ次やっていきます。はい、じゃあこれ材料のバターと生クリームなんですけど、これは混ぜて、でこれでレンジで熱い状態まで溶かします。で、今回バターと生クリーム混ぜてるのは、皆さんバターだけでよくやると思うんですけど、バターって冷やすと硬くなりますよね。で、ショートケーキとか作ったりするときに皆さん冷蔵庫で保管するじゃないですか。そうするとスポンジ硬くなっちゃいますよね。なので、それを防ぐために生クリームを入れてます。なので、柔らかいスポンジを作りたかったら全部生クリームでも綺麗にできるんで、その辺はレシピよく見ていてもらえればいいなと思います。ちょっと温めます。はい、じゃあ次卵割っていきます。これ2個分は全卵を使うんですけど、1個分は、卵黄だけ使っていきます。で、これ全部全卵入れちゃってもいいんですけど、卵黄だけにしている理由は、焼き上がりが、生地がちょっとこう黄色くなるんですね。その方が、美味しそうに見えるんで、今日はそうしてます。この状態。で、卵白余ったやつは、冷凍しておきます。もちろん全部入れちゃっても大丈夫ですからね。これで今日はやっていきます。はい、じゃあ卵を泡立てていきたいと思います。砂糖はですね、もうこれ全部最初から加えます。で、泡立てていくんですけど、皆さんよく湯煎されると思うんですけど、湯煎はしないです。湯煎をすると、一気にこう、ボワボワに泡立っちゃって、粗い気泡になるんですね。でも、卵ってメレンゲとかそうなんですけど、冷たい状態で泡立てると、こう、しっとりするじゃないですか。なので、同じ考え方で砂糖を最初から入れて、冷たい状態のままで泡立てていきたいと思います。今これぐらい経ってるんですけど、今ちょっと速いスピードで、これね、10段階で10ぐらいで立てたんですけど、ちょっとだけスピードを落とした状態で、さらに立てます。10を8とか7とか6ぐらいにする感じですね。そうすると、これ今、結構ね、気泡が粗いんですけど、ゆっくりこう低速っていうか中速ぐらいで混ぜてあげると、よりキメが整うので、少しだけそれで混ぜてあげます。今こんな状態です。今これちょっとスピード下げて、キメを整えた感じです。今こんな状態。もうね、これ立てすぎとか全然ないんで、思いっきり立てて、で、ちょっとだけスピード下げて、こんな感じ。これに粉を入れていきたいと思います。よくなんかこうやって入れて、ちょっとずつちょっとずつとかあるんですけど、もうそんなの気にせずに、一気に入れちゃいます。これ見てもらったら分かるんですけど、一気に粉が沈んでいかないんですね。しっかり立ってるんで、冷たい状態でしっかり泡立てたので、すごいキメが整ってる状態です。なので、ここから焦らず、ゴムベラで混ぜていきます。よくある、この真ん中にゴムベラ入れて、ボールの底をこうかいていく感じ。この辺全然混ざってないように見えるんですけど、この作業を繰り返していくと混ざります。よくスポンジがしぼんじゃうのが怖くて混ぜない人いるんですけど、もうしっかり混ぜて大丈夫です。ここでこれ今ちょっと混ざり終わった感じだけど、まだ全然8の字どころか何の字でも書ける。よく8の字こうやって書くっていう目安を説明するレシピあるんですけど、意味わかんないんで、まだ全然混ぜれる。これでみんな終わらしちゃう人いるんですけど、まだ混ぜて大丈夫です。そこからです。結構ね、粘りが出てくる感じ。
であとこれね、多分2、30回混ぜても全然大丈夫なんですけど、もう粉が混ざったんで、次、この油を入れていきます。バターと生クリームが熱い状態です。でこれをみんなここに一気に入れちゃうんですけど、これ油分なんで下に重くて沈んじゃうんですよ。こっちって今ふわふわで軽いじゃないですか。そうすると下からいっぱい混ぜなきゃいけなくなっちゃうんで、このゴムベラにすくった一部をこっちに入れてあげる。これね、もうちょっと容器が大きい方が良かったです。入れてあげて、まずこっちでちょっとね、混ぜちゃうんですよ。で、この後入れてあげると、なんだろう、沈んでいかない。これ今まだここにね、滲んでるの分かるかな、入ってる状態。で、これを混ぜていく。そうすると、油が下に沈むことなく、ちゃんと全体に混ざってくれる。でもまだ全然これ見てもらったら分かるんですけど、しぼんでない。しっかり混ぜる。で万が一、さっき入れたバターと生クリームがすごい冷たい状態だと混ざりづらいんで、レンジで必ずあったかい状態、温度で言ったら40度とか50度ぐらいになってても全然大丈夫なんで、必ずあったかい状態でください。これまだ全然混ぜても大丈夫。今このぐらいの状態で、今日これ今混ざったので、混ざった綺麗な状態になってツヤも出てるので、これを型に入れます。でもしロールケーキとか、シートに焼きたかったら、あとここからね30回ぐらいもっと混ぜて大丈夫です。もっとこれがねタラーってここに跡が残らないぐらいまで混ぜて大丈夫です。これは今日デコ缶型で焼くので、この後これ型に流して焼いていきたいと思います。はい、じゃあこれから焼いていきたいと思います。オーブンなんですけど180度予熱で焼くのは170度です。オーブンちょっと高めに設定しているのは、開けた時に温度が下がっちゃうので少し高めに設定しています。型はこれですね、紙一応底と横に貼ってます。じゃあちょっと流していきますね。はい、今これ流した状態です。これで焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。いい感じですね。これ皆さん焼き上がったらですね、ちょっと衝撃を与えます。こうやって。そうすると生地の周りがこう縮むのがなくなるんで、衝撃を与えてください。今ね、このどんどんやることによってここが縮むのを防ぎます。中に溜まってる蒸気が溜まってこうなんだろう、水分がね多くなっちゃうんですけど、トントンってやると蒸気抜けるんで、それはぜひやってください。でこのままの状態でこっちに移してもいいんですけど、常温で粗熱が取れるまで置いといてください。これでスポンジは一旦完成です。さあ、ありがとうございます。最後まで見ていただいて。ちょっとね、これ食べてみたいと思います。めちゃくちゃふわふわなんですけど、めちゃくちゃふわふわでしっとりしてます。めちゃくちゃうまいです。で、これちょっとポイントのおさらいですね。作った時に全卵みんな泡立てる時に温めたと思うんですけど、温めないでいいですから、冷たい状態でしっかり泡立てると、この目の詰まった均一なスポンジができます。これすごい重要です。で、バターを 100% で今回作んなかったんですけど、バターの半分を生クリームにしてるんですよ。そうすると何が起きるかって言ったと思うんですけど、冷やした時にこれよりしっとりふわふわの状態を維持できます。バターだったら冷やすと硬くなっちゃいますよね。なのでバター 100% で作るっていうのは本当はありえないです。なので今日これを紹介してます。あとは今日型なんですけど、これ取れるやつで焼きました。でこれ何が違うかっていうと、焼いた時にちょっとマニアックで細かい部分なんですけど、
このね、下の部分の焼き色と横と上の焼き色、僕らプロの現場だったら全部均一に焼こうとするんですよ。で、これ取れるっていうことは、この型の隙間に空気が入っちゃうんですね。でもこれって全部一体型になってる型あると思うんですけど、これで焼いた方が全部が均一に火が入ります。僕らのお店だとこういうところまでこだわってやってるので、ぜひこだわりたい方は、こういった型選びもちょっと見ていただけたらいいかなと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。もうめちゃくちゃこだわり詰まった動画になってるので、これ全部見ていただければ絶対綺麗に作れるようになります。また何回も繰り返してみてください。最後までありがとうございます。ぜひチャンネル登録とコメント、わからないことがあったらコメントください。全部答えていきたいと思います。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。